日は豚汁を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は豚汁を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、定番の汁物豚汁を作っていきたいと思います。お肉とお野菜の旨味を引き出す方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。豚バラの薄切り肉、人参、大根、ごぼう、長ネギ、舞茸、こんにゃく、小ネギ、玉ねぎ。具材はこちらの材料を使っていきます。まず豚肉なんですが、今回は豚バラのスライス肉を使っていきます。こちらはお好みの部位のお肉を使っていただいて OK です。そして今回のポイントは舞茸です。このキノコの旨味を加えることでとても味わい深い美味しい仕上がりになります。舞茸がない場合はしめじなどで代用していただいても OK です。キノコのね、旨味が結構出汁に入ってくるので、ぜひね、キノコは入れて作ってみてください。あとはね、とてもベーシックな材料になってます。こちらの具材に関しましてはお好みのものを入れてみてください。それでは続いて調味料とその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、料理酒、味噌、お醤油、みりん、だしの素、おろし生姜、サラダ油、こちらの材料を使って作っていきます。今回使う味噌なんですが、だし入りの合わせ味噌を使っていきます。こちらのお味噌に関しましてはお好みのものを使ってください。そして味付けのポイントなんですが、おろし生姜になります。こちらの生姜は最後に加えるんですが、この生姜の香りがアクセントになって美味しい仕上がりになります。そして油についてですが、こちらはごま油を使っていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに具材から切っていきます。最初は小ネギです。小ネギは根元を切り落としてください。そして切りやすいようにまず半分に切ります。あとは切り口を揃えて輪切りにしていきましょう。はい、小ネギはこれで OK です。それでは続いて長ネギです。長ネギは斜め切りにしていきます。だいたいね、1センチ幅ぐらいで切っていきましょう。はい、長ネギはこれで OK です。それでは続いて玉ねぎです。玉ねぎはくし切りにしていきます。このようにくし切りにしたら根っこの部分だけ切り落としてください。はい、そしてばらつかせておきましょう。はい、玉ねぎはこれで OK です。では続いて大根です。まずね、大根の皮を剥きます。少しね、厚めに剥いてください。このぐらいですね。大根の皮のそばの部分はちょっと筋しくなってるので、少し厚めに切っていただくと柔らかい仕上がりになります。そしたら大根はまずね、半分に切ってください。そしてこちらをですね、だいたい7ミリ幅ぐらいですね。そのぐらいの厚みで切っていきます。はい、で切ったら重ねて、こちらをまた半分に切っていきます。はい、こんな感じ。大根はこのように切ってください。大根もね、いろんな大きさがあるので食べやすい大きさで切ってみてください。厚みに関しましてはだいたい7ミリぐらいがいいかなと思います。ではこちらも同じように切っていきます。はい、大根はこれで OK です。では続いて人参です。人参はまずね、ピーラーで皮を剥いていきます。そうしましたら人参はまず縦半分に切ります。そしてこちらもですね、同じようにだいたい7ミリ幅で切っていきます。はい、人参はこれで OK です。続いて舞茸です。舞茸をね、手で裂く感じで OK です。そうすることでね、味の馴染みも良くなります。食べやすい大きさになるように手でちぎってください。はい、舞茸はこれで OK です。続いてこんにゃくです。こんにゃくはスプーンを使ってちぎっていきたいと思います。そうすることで味の染み込みが良くなります。あとですね、こんにゃくなんですが、下茹でが必要なものに関しましては下茹でを行ってください。今回私が使うのは下茹でが不要のこんにゃくになります。下茹で不要のこんにゃくもね、今スーパーにたくさん売ってるので、そちらを使っていただくと手軽かなと思います。そしたらですね、こんにゃくはスプーンでね、このように食べやすい大きさにちぎっていきます。そ
そしたらですね、こんにゃくはボウルに入れます。こちらね、下茹では不要なんですが、ちょっとだけね、簡単な臭み取りをしていきたいと思います。こんにゃくは結構独特な臭みがあるので、ここにですね、塩小さじ1/3ぐらいですね、入れてください。こちら分量外です。これをですね、揉み込みます。そうするとこんにゃくからね、少し水分が出て、こんにゃく独特の臭みを取ることができます。だいたいね、30秒ほど揉み込んだら、このまま 2,3 分置いといてください。はい、今ね、ちょうど3分ほど経ちました。そうするとこんにゃくから水分が出てきます。そうしましたら、こちらを一度水洗いしてください。はい、これで OK です。こんにゃくはですね、このまましっかりと水を切っておきましょう。続いてごぼうです。今回私が使ってるのは泥ごぼうになります。ごぼうもですね、粗いごぼうと泥ごぼうっていうのが売ってると思うんですが、おすすめは泥ごぼうです。土がついてるのでちょっと面倒なんですけれども、その分ごぼうの中の水分が保たれるので、とてもみずみずしいごぼうになります。なのでぜひね、泥ごぼうがある時はぜひそちらを使ってみてください。そしたらですね、その泥ごぼうを水洗いしていただいて、その後は包丁の背を使って皮をこそぎ取っていきます。こちらはですね、あんまりこそぎ取りすぎるとごぼうの香りがなくなってしまいますので、ある程度ね、取っていただければ OK です。ではこそぎ取っていきます。あとね、こういったヒゲとかもあるので、こちらはね、ピッと引っ張れば取れるので、このヒゲはね、取るようにしてください。はい、皮をこそぎ取りました。そしたらこのね、一番先端の部分でちょっとね、茶色くなってるところは切り落としてください。そしてごぼうはだいたい 7mm から 1cm 幅ぐらいで斜め切りしていきます。はい、ごぼうはこれで OK です。ごぼうのアク抜きなんですが、今回はね、しなくて大丈夫です。そうすることでよりごぼうの風味が際立って美味しい仕上がりになります。それでは続いて豚バラ肉です。豚バラのお肉はだいたい 4,5cm 幅で切っていきます。お肉はこれで OK です。それでは続いて具材を炒めていきたいと思います。このね、豚汁はですね、具材を油で炒めていただくことで、お野菜とお肉の旨味をたっぷり引き出すことができます。なので炒めてから最後煮込んでいきたいと思います。それではですね、フライパンにサラダ油です。こちらね、先ほども言ったんですが、お好みでごま油でも OK です。そしたらですね、一番初めにまずね、ごぼうを焼いていきたいと思います。ごぼうを焼いていただくととても香ばしい仕上がりになって、かつですね、ごぼう特有の旨味が出てきます。他の食材と一緒にやってしまうとうまくね、焼き色がつかなくなってしまうので、ごぼうは単品で焼くようにしてください。そしたら火にかけます。火加減は中火です。このまま一度30秒ほど油を温めてください。全体にね、油も広げましょう。はい、そして30秒ほど温めたら、ここにごぼうを入れていきます。そしてね、お箸で広げてください。一度ね、全体にさっとね、油を回してください。油をね、全体に回したら広げましょう。少しね、手間なんですが、全体に広げないとね、なかなか焼き色がついていかないので、あんまり重ならないようにね、広げていってください。はい、でこのように広げたら、このままね、いい焼き色がつくまで焼いていきます。今ね、少し炒めただけでもごぼうのいい香りがしてくるのでね、この香りが豚汁の味わいのアクセントになります。今ね、ちょうど2分ぐらい焼きました。いい感じに焼き色がついたものから裏返していきます。はい、で片面もね、いい焼き色がつくまで焼いていきます。もうね、すごいごぼうのいい香りがしてきましたね。はい、OK です。今ね、トータルだいたい4分ほど焼きました。火を止めます。こんな感じでね、ごぼうの香りが立っていい焼き色がついたら OK です。そうしましたら、こちらのごぼうは一度取り出しておいてください。ではね、フライパンはこのまま使っていきます。今まだフライパンが熱い状態です。ここに豚肉を入れていきます。入れたらね、お箸で広げましょう。まだね、火にかけてない状態です。この余熱で火入れしてくるとお肉がね、剥がれやすくなってきます。はい、今ね、余熱でもうね、だいたい6割ぐらいね、火が通った状態になってます。このように全体をパラつかせてから火にかけましょう。火加減は中火です。このままですね、豚肉にも焼き色をつけてください。できるだけね、このように広げながら焼きましょう。広げたらね、あんまり動かさずに焼いていきます。そうすることで焼き色がつきやすくなります。はい、で焼き色がついたものから裏返していきます。
片面は軽く焼き色をつけてください。はい、OK です。裏返したらだいたい30秒ほど焼けば OK です。そしたらね、こちらのお肉も一度取り出してください。この後お野菜を炒めていくんですが、一緒に炒めるとね、お肉は焦げやすくなってしまうので、こちらは一度取り出しておいてください。そしたらね、今ね、このぐらいお肉から油が出ました。ちょっとね、これだと油が多いので、だいたいね、6割ぐらい油を拭き取ります。このようにね、フライパン全体に油が薄く残るぐらいですね。このぐらいまで拭き取ってください。そしたらですね、具材を炒めていきます。まだ火にかけてない状態です。まずね、大根と人参です。そして玉ねぎ、あとは舞茸を加えます。そして水を切ったこんにゃくも加えてください。こちらの長ネギはですね、少し火が通りやすいので後から加えていきます。まずですね、こちら火にかけない状態で一度全体に油を回してください。そうするとね、火の通りが早くなります。全体に油が回ったら火にかけます。火加減は中火です。一度このままね、お野菜を軽く炒めていきます。そうすることでね、野菜からも旨味が出てきます。はい、OK です。今ね、だいたい3分ほど炒めました。玉ねぎが半透明ぐらいになるぐらいですね。軽く透き通ってきたら一旦火を止めます。このぐらいまでね、一度しっかり焼いていただくことで野菜から旨味が出やすくなります。そしたらここにごぼうを戻し入れてください。そしてお肉も加えます。そしてさっと混ぜましょう。全体にね、お肉の油も絡ませていきます。はい、OK です。それではですね、今から蒸し焼きしていきます。さらにここで蒸し焼きしていただくことで、お肉とお野菜の旨味をしっかりと出すことができます。蒸し焼きするときはね、料理酒を加えてください。料理酒にはね、食塩が入ってるので、塩が入るとね、その分お野菜から水分が出やすくなります。そしてその水分の中に旨味が入ってるので、とても美味しい仕上がりになります。火にかけます。さっと一度ね、混ぜていただいて、そしたらこのタイミングでネギも入れていきます。全体をもう一度混ぜてください。火加減は弱火です。そして蓋をしてこのまま5分間蒸し焼きしていきます。はい、5分経ちました。蓋を開けます。はい、そうするとね、お野菜のいい香りがしてきます。蓋を開けたらですね、一度火加減は中火にしてください。そしてこのね、ちょっとこもってしまったアルコール分を飛ばしていきます。すごくね、野菜からも旨味がたっぷり出てますね。だいたい中火で1分ぐらいね、加熱してください。はい、1分経ちました。そしたらですね、ここにお水を加えます。お水を加えて、そしてさらにですね、だしの素も加えます。あとはみりんです。これを一度よく混ぜましょう。このままですね、蓋をせずに中火で沸騰するまで加熱していきます。はい、鍋肌がね、グツグツしてきました。もう少し煮立たせていきます。少しね、アクみたいなのが出るので、こちらをね、すくい取ります。はい、でこのようにね、全体がしっかりグツグツしたら火を止めます。それではね、最後お味噌などを加えて仕上げていきます。一番初めにまずお味噌を溶いていきます。味噌をね、まずお玉に入れます。そして汁にね、こうやって混ぜながら溶いていきます。一度に入れちゃうとね、ダマになっちゃうので注意してください。はい、でよく加えたら一度混ぜましょう。はい、そして続いてお醤油です。醤油をね、少し入れていただくことで味が締まります。そして最後は隠し味の生姜です。こちらほんのちょっと入れていただくだけで全然ね、味わいが変わってくるので、ぜひ入れてみてください。そしたらもう一度火にかけます。そして鍋肌がふつふつするまで加熱していきます。あんまり煮立たせてしまうと味噌の風味が消えてしまうので、沸騰させすぎには注意してください。はい、このぐらい鍋肌がふつふつしたら火を止めます。そして最後はですね、味見をしてお好みで味の濃さを調整してみてください。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。それでは最後器に移して、そして小ネギをかけて仕上げたいと思います。はい、これで豚汁の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように旨味たっぷりで美味しそうに仕上がってます。あとはですね、お好みでこのように小ネギをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずおつゆからいただきます。美味しい。この野菜とお肉の旨味がたっぷりですごく美味しいです。具材もいただきます。
美味しいですね。この舞茸の香りがいいですね。ごぼうもいただきます。この焼いたごぼうがすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚汁のポイントです。まず今回の豚汁の具材に舞茸を加えました。この舞茸を入れることで旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。今回私は舞茸を入れてるんですけれども、ぜひお好みのキノコ類を入れて作ってみてください。そして具材を切ったらまず一番初めにごぼうを焼いてください。このごぼうを焼くことでごぼうのコクと旨味がすっごくアップして味わい深い豚汁に仕上がります。結構ね、しっかりめに焼き色をつけて焼いてみてください。そしてこの焼いたごぼうはですね、焼き終わったら一旦取り出して置いといてください。そして豚肉ですね、この豚肉もですね、別で焼いていただいて、焼き色がついたら一度取り出してください。お肉を焼いた後に他のお野菜を焼くんですけれども、その後も一緒に入れてると焦げやすくなるので、お肉は一度取り出します。取り出した後に結構ね、お肉の脂が多めに出ているので、少しね、キッチンペーパーで拭き取ってください。そしてその後は野菜を料理酒で蒸し焼きしてください。そうすることでお野菜の旨味をたっぷりと引き出すことができます。そして蒸し焼きした後は蓋を開けて軽く加熱してください。そうすることで料理酒のアルコールをきちんと飛ばすことができます。あとはですね、お水とあとは調味料を加えて味を整えて召し上がってください。今回具材は結構たっぷりめに入れたんですけれども、こちらの具材に関しましてはお好みのものを入れて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚汁を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。